抹茶は茶筅がないとうまく立てられないの？茶筅がないということで、茶筅がなくてもうまく立てられる方法を考えてみました。茶筅を泡立てるということを考えると、シェイクしてもいいんだと思うんだよね。あ、これ使ったらいいかな。ホット用のペットボトルです。これ飲み口がオレンジ色のペットボトルはホット用で、お湯80度までいけます。これでね、抹茶をちょっと立ててみよう。まずは抹茶を溶いてみましょう。抹茶 2g に水を少々、そしてペットボトルに入れます。スプーンでもね、これであとはお湯で流していきましょう。これよく考えたら、そのまま全部濡らす前にペットボトルに入れた方が良かったんかもね。確かに。今回は残ったものもしっかりと入れます。シェイクはしっかりと空気を含むようにイメージしてシェイク。なんか楽しくなってきた。泡できたかな。こう大きい泡がね、表面に浮かんでいるのは大きい泡ですね。では茶碗に注いでみましょう。泡はあるんですが、やっぱり大きい泡が気になるな。大きい泡だ。この泡をいかにして取るか。この大きい泡をね、潰すのはなんかないかな。軽くね、表面をファーッと動かせればいいから、フォークを使ってね、かき混ぜると、ただちょっとね、傷つくかもしれないんで、これだったらプラスチック製は向こうに当ててもね大丈夫だし。泡が少なくなってきたのでフォークで泡立ててみました。いや、なかなか難しいな。もう一度ペットボトルに戻してしっかりとシェイクします。網、これを使ってみましょう。網でこせばね、大きい泡は消えるでしょう。見た感じはね、泡が少なそうですけど、ちょっとマシになったかな。ちょっといただきます。泡立ちがちょっと弱いな。熱いお湯で泡立ててみようか。お湯の温度がね低かったかもしれないので、今度は抹茶をそのままペットボトルに入れます。ちょっとだけ水をね入れる。
ほんのちょっとねなじませるくらいですね。そしてお湯を注いで、だいたい80度ぐらいのお湯をペットボトルに入れます。しっかりと空気を含ませて泡を生み出すようにします。ちょっと泡が出てきましたね。網に残っていた泡を少しだけ入れました。いただきます。泡がやっぱりストレーナーでこすと表面の泡はきれいになるけども、全体の泡っていうのがなくなってしまって、抹茶のその茶筅で立てた口当たりの良さっていうのはなくなりますね。もうちょっとね泡全体の量をコントロールできるようになったらいいんですけども、どうしても泡が少ないとまろやかな味わいにはなりにくいですね。こさずにちょっと茶筅の動きっぽくね、茶筅ってとこんな感じかな。こうこさない方がしっかり泡が出るので、こさずに大きい泡のままでもやってみましょうか。こさない方が抹茶っぽい感じはするね。泡の層がねしっかりとある感じはしますけども、一緒やな。あ、うん。表面の泡は粗いけども、そのまま入れた方が、何もこさない方が抹茶の風味がその空気と入ってる部分がたくさん口の中に入ってくるのでいいです、うん、でも泡が消えるのが早いなかなか難しいですね。今度はバーテンダーが使うストレーナー、ここについているバネをですね、この中に入れるとより泡が出やすいんじゃないのかと思ってやってみます。最近は何かこういう泡をできるだけ出しやすいようなものを中に入れて、それでシェイクするというそういうものもね出てきましたよね。今回はもうお湯はそのまま入れちゃいました。これで完了です。バネを入れます。あとはバネを入れたらシェイク。80度のお湯をそのまま入れたので結構熱い。ずっと持ってられないんですよね。ちょっとなんかタオルとかでね持ち直してしっかりとシェイクさせます。バネを入れることでしっかりと泡を立てられるようにはなってます。あ、ちょっといいかも。見た感じは悪くないですね。大きい泡も少ないし、ちょっといいかも。ちょっといいかも。いただきます。やっぱり口の中がな、
これでもやっぱり泡が少ないんですよね。じゃあこれを茶筅をね使って立ててみましょう。抹茶に対しての泡の厚みっていうのはやっぱり茶筅があった方が調節はしやすいですね。もちろん泡がなければダメかっていうわけではなくて、流派によったら泡を泡に立てない流派もありますから、それは問題ないんですけども、飲みやすさという点においてはやはりある程度泡があった方が飲みやすくなると思います。香りが飛んだり味わいがちょっと感じにくくなったりするので、泡を立てすぎるっていうのも問題なんですけども、初めは茶筅っていうのは立てにくいっていうか泡立てにくいですけども、本当に慣れると簡単に立てられるようになります。やっぱり茶筅はすごいわこれ。全然違うな。やっぱり全然違いますね。茶筅ってすごいですね。いろんな茶筅がある中で、最近はずっとこの芯をずっと使ってきたんですけども、だいたい1ヶ月で十数回使ったのかな。まだ全然使ってないので、綺麗にほらまだ形が崩れずにですね、綺麗な状態を保っているんですが、この僕の置き方が机の上に置いてるんですけども、悪かって、クーラーがそのまま当たる位置に置いてたんですね。で、夜は寒く昼は暑くみたいな環境で置いてあると、ちょっとねこの軽くひびがいったというか、竹が割れてしまいましてね、全く使用には問題ないんですけども、風が直接当たらないような位置に保管しておかなきゃいけないのだなっていうのがはっきりと分かりました。でこの芯ってまっすぐに穂先がいってるんですよね。で今まで使ってたいわゆるカズホ80本立て100本立てってこういう先っぽがこのグリッと回ってるんですね。でこれは最初だけで、何回か使うとこうちょっと広がってくるんですね。それでもまだ芯に比べるとこの先っぽのカーブがあるわけですよ。茶碗の底に当たる時にうまくクッションのような役割を果たしてくれるような気がするんですね。で芯っていうのはそれがなくて茶碗の底にそのまま突き刺さるような感じがするので、扱い方っていうのは結構難しいと思います。家庭で使うんであれば、芯の場合は最初寝る時にはこう押さえるんじゃなくて、こう斜めにこう押さえながらちょっと優しく扱ってあげるというような意識が必要だと思います。茶筅に角度をつけて斜めにして当てていく。方向がね、茶筅の軸を意識するのが大事です。だから芯でもしっかりと立てるとか意識した方がよりちょうど自分の好みに近づけるような気がするな。これくらいしっかりと立てた方が。うん。